ネクスジのユウキとゴニが出演したザ・世界仰天ニュース。そこで明かされたゴニのサッカー部からの転校エピソードに仰天。2人だけの初バラエティにも注目です。1月21日火曜日に放送されたザ・世界仰天ニュース逆境の中での大逆転スペシャルに出演したネクスジのゴニとユウキ。ゲストは山崎賢人、辻希美、サバンナの高橋茂雄と有名どころ揃い。仰天ニュースといえば誰もが一度は見たことがあるであろう有名番組ですよね。そこへネクスジが呼ばれたってかなりすごいことなんじゃないでしょうか。果たしてヒョンラインがいない中、虹の奇跡ゴニと虹プロ2のダークホースユウキは地上波バラエティ出演で爪痕を残すことができるのか。見ているこちらもめっちゃ緊張しちゃう。ゴニとユウキ大丈夫だったのかな。実際の放送はどんな様子だったのか詳しくレポしたいと思います。ネクスジメンバーの中ではムードメーカーなゴニとユウキ、天然なゴニと親父ギャグ担当のユウキですが、それもネクスジの YouTube や Vlog の中でのこと。リラックスした状態なら自分を出せる2人ですが、大物芸能人の前ではどうなるのか心配ですよね。いつもは7人メンバーで活動しているネクスジですが、なんと2人だけの仕事は今回が初めて。何気にゴニとユウキっていうのも珍しい組み合わせかも。ネクスジの中でもバラエティが得意そうなゴニとユウキ、いよいよその存在が世に放たれることになるのでしょうか。ネクスジの動画ではやりたい放題、好き放題でおとぼけ発言をしている2人ですが、さすがに今回の収録はド緊張していたようで、打ち合わせ中の表情からもその緊張感が伝わってくる。打ち合わせ中も震えていただなんて、なんだかめっちゃ怯えてるワンちゃんとカワウソ感、なんだかかわいそうになってくる。そうだよね、お兄ちゃんたちがいないと不安だよね。最近では TWICE のナヨンちゃんの有明アリーナでのビートアックスボリューム5のコンサートや埼玉スーパーアリーナでのコークスタジオライブなど、新人としては異例のビッグステージに立ちまくってるネクスジですが、あんなに大勢の観客の前で堂々とパフォーマンスできるのに、スタジオ収録でめっちゃ緊張してる2人が可愛すぎる。画面を見ながらついつい応援しちゃったネクスティも多いのでは。もちろん私もその中の一人。ゴニー、ユウキ、いつも通り頑張れって祈っちゃいますよね。この日の仰天ニュースの放送は、ずさんな学校運営で生徒が次々退学、たった6人のバスケ部が全国大会に挑むというネクスジと同年代の高校生たちが起こした奇跡について放送されていました。こちらのお話もなんだかネクスジと重ねてしまう。涙なしでは見れないとっても感動するお話だったので要チェックです。そこでコメントを求められたゴニ、なんと仰天、部活動チェンジのエピソードがあったそう。ゴニが過去にサッカーをやっていた話は虹プロ2の運動会で言っていましたが、なんと中学校に入った時にサッカー部から違う部へ転身していた事実が発覚。小学校時代はサッカー少年だったゴニ、中学では今までよりもサッカーを本格的にやってやろうと思い自信満々にボールを蹴ったそう。ところが蹴った足の甲が赤く腫れてしまう事態に。小学校から中学校に上がり、4号級から5号級にボールのサイズが大きくなったことが原因で体が対応できなかったというゴニ、これはやばいわと察したゴニはサッカー部を辞めて卓球部に入ったんだそう。ボールがちゃんと蹴れるように体を鍛えるとかじゃなくて、そっち。他のタレントさんも大爆笑で、球めっちゃ小さくなったじゃん、根本の球を縮めに行ったんですかとツッコミの嵐。ゴニはめちゃめちゃ軽くて自由自在でしたといつものマイペースな受け答え。サッカーボールの痛いトラウマがまさかの卓球部転身エピソードになるとは。さすがゴニ、爆笑エピソードでしっかり爪痕を残してくれました。ナイスゴニー。さらっと親も知らない血液型を大公開しちゃったり、ほんとゴニの気候には毎度驚かされます。ちなみにこのエピソードは明治安田 J リーグワールドチャレンジ2024のオープニングショーに出演した時のビハインドでも話していました。そんなにボールが重くなったんだ。にしてもサッカーから卓球ってボールの大きさ的に振り幅でか。こういう面白トークをさらっと言えるあたり、ゴニさすがって思う。そしてユウキは同じく出演者でパプリカを歌っていた音楽ユニット風鈴の元メンバー隅田萌乃ちゃんと同じ年ということが判明。高校2年生のユウキですが、ネクスジの中ではちびっこマンネなのに周りから見ると大人っぽく見えるんですね。バブちゃんなユウキばっかり見ていたから、ユウキが大人っぽいって感覚全くなかった。ちなみに
辻ちゃんの娘ののーちゃんとも同い年とのこと。皆さん、ゆうきの美女で盛り上がってくれてありがとう。うちのゆうき、イケメンでしょう。それにしても、ゆうきが大人っぽいと言われる日が来るとは。バブバブゆうきもおすすめなので、仰天ニュースで気になった方はぜひネクスジでのゆうきのマンネっぷりも見てほしいです。かっこいいもかわいいもできちゃう最強マンネですよ。そして仰天ニュースに出た後は、なんとネクスジがトレンド入り。ヒュー。これはゴニとゆうき、かなり頑張ってくれた成果と言えるのでは。ヒョンダいなくて不安な中トークも頑張ったね。ネクスジを初めて知った方にも興味を持ってもらえたのでは。ネクスジの知名度も爆上がりだ。そして仰天ニュースの収録が終わり、待っていたメンバーの元へ戻るゴニ&ユウキ。どうだった？頑張ったね。とハグし合う姿がエモすぎる。みんな心配してたんだね。そして爪痕残せた、盛り上がった、ちゃんと告知もした。とヒョンたちに報告するゴニとユウキも可愛い。とても緊張した様子だったけど、しっかり役目を果たしたゴニとユウキ。みんなと合流した時の2人がもう普通の男子高校生って感じで微笑ましかった。次はネクスジの7人全員で番組に出れるといいね。ゴニとユウキの仰天ニュースの出演を見て X での反応はどうだったのでしょうか。仰天ニュース終わりのゴニとユウキ。なんか今日学校であったことを親に話す子供たちみたいでほんまに可愛いんだけど、そしてゆうもやがママとパパすぎてメロい。ネクスジが仰天ニュース出ることが仰天ニュースなんやけど、おめでとう。落ち着いて考えても仰天ニュースにゴニとユウキ出てくれるのやばない。楽しみすぎてどうしよう泣きそう。本当にネクスティにとって仰天ニュースだよね。ああ。ゴニ、サッカーのボールが重すぎて卓球部にしたとか、可愛すぎるな。やっぱりバラエティでどんどん喋らせるべきだわこの子。仰天ニュースの出演が決まったゴニとユウキだけど、この2人は仰天チェンジの企画に出たとしても割と通用する気がする。ダイエットではないけど、さすがに有名すぎる番組に、しかも2人での出演だったのでびっくり仰天したネクスティが多かったようですね。次は2人の美女の成長を仰天チェンジで放送してもらいたい。切実に。ゴニ、ユウキ初出演おめでとう。マイク越しで見てもガッチガチに緊張してる2人が初々しかったし、それでも爪痕しっかり残してくるのはさすがです。仰天ニュースを見て、誰このイケメンはとネクスジを初めて知って調べた人も多かったはず。そして仰天ニュースに出演したゴニとユウキの2人もイケメンだけど、ネクスジの7人全員イケメンなのも仰天って思ってくれたはず。今後ももっと日本の番組に出演していってほしいですね。2025年もネクスジの活動に期待大です。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。